これが UTC プラス1からエースジャックを、リンプして、それに対して BB がチェックで、フロップジャック64、のレインボーですね。で、そこに対して、BB が63スートの、クローバーで、ボードにクローバーない状態で BB チェックに対して、AJ がトップヒットトップキッカーで、30% ぐらい打ってるのかな。で、それに対して BB がコールで、ターンが7のハート落ちて、これ2つ目のハートですと。で、2つ目のハート落ちて BB がチェックで、それに対して AJ が、また 30% ぐらい 30% も打ってないのかな、ちょろっと打って、で、それに対してチェックレイズされて AJ が降りてるシーンですと。で、これを、まあ、どう考えるかなんですけど、まあ、まず、根本的なこと言っちゃうと、AJ オフっていうハンド、プライしかリンプはしない方がいいですね。リンプ戦略っていうのがないわけじゃないんですけども、ただ AJ というのがそのリンプするのにあまり適していなくて、要は、強すぎるわけでもないし AJ って、かつ弱すぎるわけでもなくて、まあそこそこ強いハンドなので、かつこれスートもないオフで、例えばリンプをしてマルチウェイになるリスクがまあ高い、状況の中で AJ がこうめちゃめちゃ絡んで自信満々でポストフロップできる時っていうのが、まあ、かなり限定されちゃうんですよね。なので AJ オフで戦うなら、まあ、できればヘッズにしたいなというところがあってですね、あまりこれリンプはしない方がいいかなと思います。じゃあどんなハンドでリンプするのって話なんですけども、まあ、僕はあんまりリンプしないんですが、まあ、やるときは、まあ、ローポケでセット狙いに行くとか、あとまあ、数コネでバチバチに絡む、まあ、ストレートを作りに行くとかいう時に、まあ、リンプ戦略することもまあ、なくはないんですけどね。で、まあ、そこに例えば A シーズとかのリンプを混ぜるとかっていうことも一つのトーナメントで、まあ、気が向いた時にやることはありますが、まああんまりしない方がよくて、まあ、特に AJ というハンドではしない方がいいかなと思っていますと。ちょっとこれ GTO の解析に入れてみたんですけど、AJ でリンプして BB がチェックしてこのボードが出る時のそのデータがないので、レイズインした場合、レイズインして BB がディフェンスした時で解析をかけましたと。で、そうすると、まあ、フロップ CB 打ってターンは、GTO 的にはまあチェックが多いらしいです。まあ、打つのも別に規定はされてないんですけど、チェックの方が多いそうです。ちなみにこれ僕はAJ も多分打つんですけどね。で、仮にこれ同じシチュエーションになった時にどうするかなんですが、GTO ウィザードの解析によると、ターンのチェックレイズには AJ はコールが正解という結果が出てます。それは BB 側のチェックレイズにブラフが多分に含まれるっていうことを前提にしているはずです。どういうことかっていうと、これフロップでチェックコールをして、ターンでチェックレイズをしてるっていうことになるので、おそらく7のハートで強くなってるパターンなんですよね。一般的に言うと。で、結果から見るとこれ63スートで、ターンでヒットガットになってる状態です。まあだから、ただのミドルヒットじゃなくて、ターンでガットも、まあそんな強いガットじゃないですけども、一応ガットもついたのでチェックレイズをしたっていうことになると思うんですよね。で、まあ、チェックレイズにそういうのも含まれるし、例えば7で2本目を引いた。まあ、6747ジャック7とかはあると。あと、ハートが落ちてるので、ターンでフラドロもついたと。要するに、フロップがヒットとバックドアフラッシュだったのが、ターンでヒットフラドロに変わったとか。あとは、5持ちのヒット系、654575ジャック5とかですね。でヒットオープンエンドになったケース、が結構想定されますと。っていう風になると、ブラフレンジが結構、これは多いと。で、他方じゃバリューレンジって何かっていうと、これで完成しちゃったパターンですよね。例えば35とか、58とか。あとは、まあ、2P とか、いうのは、
まああり得るっちゃあり得るんですけれども、トータルのコンボ数でいうとグラフレンジの方が多いと。でそれに対して AJ というのはキャッチに十分足りるのでコールっていうのが、まあ、ソフト上の結論なんだと思います。で、まあ、僕もコールはするんですが、ただですね、結局ポーカーって対人ゲームなんで相手によります。この相手が、今までのチェックレイズ頻度とか、あとブラフをするタイプなのかとかにもよります。要するにいろんな人がいてブラフばっかしてくる人間もいれば、全くブラフないと打つ時がアグレッション高いことしてくるから絶対バリューだっていう人も中にはいますと。で、AJ の位置づけで考えると、相手がバリューで打ってきてるというシチュエーションでは AJ はバリューに対してはキャッチの反動でしかないので、相手のブラフがあるかどうかを考えて、ブラフレンジも多いからコールっていうふうに考えます。仮に相手がこれバリューしか打たない人間だとしたら AJ ほぼほぼ負けてるので、フォールドっていう選択肢も、まあ、なくはないのかなと思います。相手がもう完全にバリューに寄ってるっていうデータがあるならですね。ただアンノーンっていうか、その全くデータがない状態で、シチュエーション的な、解析をするんであれば、グラフコンボ数を考えると、まあ勝ってるところが多そうということでコールって話になります。で、今これこの解説で伝えたいのは、いわゆる一般的なデータ解析とライブでの判断は必ずしも一致するわけじゃないですよということです。要するに 100% コールというふうに解析で出てても、相手がもう完全にバリューによってる人間だったら降りるという選択肢もなくはないとは思ってます。で、まあ実際このプレイヤー AJ の方が63スートの BB の方のことをどういうふうに見てたかは、まあ我々には分からないですけども、まあその辺のところ聞いてみたら面白いかもしれないですねという感じです。リンパーに対するなんか対応策ってありますか？どういうふうに対応していこうみたいな方針とか持ってたりします？仮に BB 側だった場合ですね。もちろん自分が強い反応を持っていたら、リンパに対して他にもリンプがいる場合には、強い反応を持ってたら大きいレイズをしていくことになるし、ただ63スート持ってるんだったらもうレイズするレンジはないですよね。で、単純に絡んだら取れるし、まあ、絡まなかったら降りればいいっていうリンプポットなんで、そんなに気合い入れなくていいんだよね。で、まあ、今回まあ、リンプレンジ全レンジなんで、まあ、6ヒットだいぶ心もたないですけど、まあ、フロッパーコールしますよね。で、ターンも、まあ、チェックレイズで、まあ、結果下ろせてるからね、ナイスプレーなんですけど、まあ、ガットもついてて、2発打ってくるところ、まあ、リンプにね、結構強いレンジも含まれますから、まあ、チェックコールか、まあ、弱いガットだし、諦めるも一つ手かなとは思いますけど。リンプした AJ の方が、この前かとかちょっと分かんないので、仮にの話になっちゃうんですけど、プレミアハンド持ってて、参加率もかなり高くて、かなりベッドもしててみたいな、すごい動きをしてたからこそのなんかリンプなのかなと思う可能性の中でなんか僕の中で思ってしまってて、すごい動いてたからこそのなんかリンプとかみたいな可能性ってのもあるのかなっていうところ。まあそこまでにもリンプをしていたのかどうかとか、でどこまでショーしてたのかとか、要するに周りのプレイヤーに対してどういう印象を与えてるかにもよってくるんですけども、もしかしたら今までこういろんなねモンスターハンドいっぱい入っててポットも取れててで参加率も高いっていう風になってたらとすると AJ という反応がまあ弱く見えて、でかつ参加率が高いから3ベットされるリスクにもさらされてるし、やっぱりね VPIP 高いと3ベットしたくなりますから、っていうのでちょっとそういうのも恐れてリンプという判断をした可能性はありますよね。でもあんまり変えない方がいいですね、そのプレイスタイルは。やっぱり今まで大きいポット取ってた人間が実際そのモンスターハンドプレミアハンドをショーしてきた人間が普通に同じようにプレイされるとやっぱりそれはよぎるし、そんなに何度も入るわけじゃないだろってみんな思うけども、でもじゃあ大したことないハンドでそれに対して3ベットスチールをかけてこれる人間が、しかもチップいっぱい持ってる人間に対しているかといったらなかなか出てこないので、
やっぱりチップを持っててっていう圧力っていうのはかなり強いので、リンプではなくてきちんとレイズをして圧力をかけていくと。で、それに対してなおスリーベットされたら別に素直に降りればいいし、大体負けてるんで、それに対して AJ っていう、っていうメリハリのついたプレーをしていく方がトータルいいかなとは個人的には思ってます。